最近肩と肘が痛くて、とりあえず行ってみよう。最近なんだか関節という関節が痛くて、やっぱちょっと年かなっていうことで、今日は何をやろうかって考えたんだけれども、肘の関節、これがこっち行くとこれ逆関節っていうんだけども、これでピンときた人はすごいね。ドリフトの車っていうのは、切れ角をすごく上げるために、タイヤの位置がすごく切れるんだけれども、そのために、ラックというところから、タイロットっていう棒が出てるんですけれども、その棒を左右に動かすことによって、ハンドルが切れるんだけれども、そこの関節が逆関節になっちゃって、ハンドルが固まってぶつかったりとかっていう、そういう症状があるんだけれども、そこをですね、そのラックっていうのを、エンジンメンバー、この間ニスモの CA マウントやった時のメンバーなんだけれども、あのメンバーについてるラックのアダプターを前にちょっと加工して、逆関節を防ぐという、たまたま仲間からちょっと加工の依頼があったんでね、これピンときたわけよ。逆関節、ちょっと肘が痛いんだけれども、やってみよう。作業開始から30分、見てください。これをここまで来たらもうあとは簡単。要するにこうなってたものをこういうふうにね、前にちょっとずらしてあげるだけで、この幅が約1センチなんで、これよりちょっと15ミリぐらいね、これでラックの位置が前に移動するので逆関節を防げるという、至って簡単ですね。あとはこれは溶接すれば終わりです。
これがラック前出しメンバーです。なんとなくこれ見るとよくわかんないんだけれども、ノーマルの位置よりも約15ミリこのメンバーが前に行ってるってことですね。そうすることで逆関節を防止するっていう、アイテムなんですけれども、こういうのを作るのっていうのはね、基本なんかひらめきなんで、あまり何センチ測ってどうのこうのとか定規とか使いません。全てもうフィーリングですね。匠の領域になると機械では1000分の1とか測れないらしいからね。こう手で研磨してるのもね、そういった感じで言うなれば適当に作ってます。これ頼まれもんなんで取り付けはしないので、後でうちの車でどういう感じなのかっていうのを説明します。これ見てもらえばわかると思うけれども、この車もラックを前に加工してますね。でそれで何がいいかっていうと、ここなんです。このタイロナックルのこれに対してタイロットがこうなってる。この状態、くの字になってるのが、これは関節が逆になってない証拠なんです。これがまっすぐになってくると逆関節っぽくなって、最後の最後でハンドルがロックしちゃうという現象があります。それを防止するためにこのラックが約この分だけ15ミリ分前に出てるっていうことなんですね。この車はノーマルラックです。ノーマルラックでショートナックルがついてます。ここにストッパーがついてるので、逆関節防止としてこういう形になってますけれども、これも逆関節にならないようにストッパーをつけてるので、ナックルとタイロットが一直線にはなってないですけれども、これが一直線になった時点で逆関節が活性するという、そういう仕組みです。今回もね、加工もんですけれども、いろんなやり方があるんだけれども、やっぱドリフトとかグリップ問わずですね、そのカテゴリーに合ったそのパーツを加工したり新しいものをつけたりとかっていうことで、最高のドリフトをできるようにっていうことを車ができてますから、車がちゃんとしてないとどんなに上手い人が乗ってもかっこいいドリフトはできないってことなのね。もともといい車を作ってさらに運転がうまければ素晴らしいパフォーマンスができる。このどっちが欠けてもやっぱりかっこいいドリフトはできないってことなんですよ。結構このドリフトの、切れ角だったりそういう部分に関してのノウハウは奥が深いんですよ。
まだまだどんどん改良される余地はあると思いますから、また海外からいろんなパーツが出てきてますからね、そういったことでまだまだ勉強です。じゃあまた勉強しながら作業します。バイバイ。